今日はフロランタン風のオートミールクッキーを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はフロランタン風のオートミールクッキーを作りたいと思います。はい、ということで今回はオートミールレシピをご紹介していきます。今回作るのはアーモンドフロランタンのキャラメルのカリカリっとした部分をオートミールで作っていきたいと思います。材料もたった5つで作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。オートミール、無塩バター、お砂糖、生クリーム、蜂蜜。今回はこの5つの材料で作っていきます。まずバターはですね、必ず無塩バターを使うようにしてください。そして今回ね、生クリームを使っていくんですけれども、もし生クリームがない場合は牛乳で代用していただいても OK です。生クリームの方がね、より濃厚な仕上がりになると思います。そして今回のメイン、オートミールですね。今回はロールドオーツというタイプを使っていきます。このようにね、平らに潰してあるオートミールですね。こちらを使用していきます。そして今回は 18cm×18cm のスクエア型を使っていきます。こういった型を使う場合は、中にこのようにね、クッキングシートを切っていただいて、そして型の中に敷き詰めておいてください。もしね、こういった型がない場合は、使う天板の上にクッキングシートを敷いておいてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、こちらのオートミールを軽くフライパンでローストしていきます。でこのようにね、全体に広げて、で火にかけます。少しね、香ばしい香りがしてくるぐらいまで炒めていきましょう。でそうするとね、とてもザクザクっとした美味しい食感に仕上がります。火加減はだいたい中火ぐらいです。はい、今ね、1分半ほど炒めました。で、そうするとね、ちょっと香ばしい香りがしてきます。で、軽くほんの少しね、ところどころ焼き色がついてる感じですね。このぐらいになれば OK です。こちらは使うまで置いておきましょう。それでは、フライパンにバターと、あとはお砂糖、そして蜂蜜、あとは生クリームを入れます。そして火にかけます。で火加減は弱めの中火です。まずね、こちらをね、軽く混ぜながら煮詰めていきます。こうやってね、バターも溶かしながら加熱していきます。このね、鍋肌の方からフツフツしてくるので、その部分もね、こうやってしっかりとね、剥がしながら加熱していきましょう。ここでね、火加減強めにしてしまうと焦げてしまいますので、弱めのね、中火でやるようにしてください。はい、今ね、火にかけて1分半経ちました。そうするとこのようにね、周りからフツフツしてきます。そしたら少しね、混ぜるスピードをアップして、火加減弱火にして、このまま1分ほどね、煮詰めていきます。はい、今ね、1分ほど煮詰めました。このようにとろみがついて少しクリーム色になってくれば OK です。そしたらここにね、先ほど言ったこちらのオートミールを加えます。そしてこちらを混ぜましょう。で全体に絡めば OK です。火を止めてください。で火を止めたらね、もう一度よく混ぜましょう。はい、OK です。このように混ぜてください。それではね、こちら用意しておいた容器の中に流し入れます。そして全体に広げましょう。はい、OK です。このように広げてください。でもしね、こういった型がない場合は、先ほども言ったんですが、オーブンの上にクッキングシートを敷いて、その上に広げてください。それではこちらを160度に予熱したオーブンで15分から20分焼いていきます。オーブンの種類によって適正な焼き時間が変わる場合がありますので、様子を見ながらね、焼き時間はチェックしてください。それでは焼きます。はい、焼き上がりました。このように美味しそうなキャラメル色に仕上がりました。すごく美味しそうに仕上がってますね。そうしましたらケーキクーラーの上に乗せて、このままね、軽く粗熱を取ります。はい、今ね、10分経ちました。手をこの上に軽くね、添えていただいた時に、ちょっとあったかいなと感じるぐらいですね。そのぐらい粗熱が取れれば OK です。それではこちら、まな板に移します。よいしょ。
はい、こんな感じです。まだ少しね柔らかい状態です。このタイミングで切るととても綺麗に切ることができます。これ以上硬くなってしまうと切った時にね割れてしまいますので、手を添えた時に温かいぐらいですね、だいたい10分くらい経ってから切ってみてください。出来たての時に切ってしまうとキャラメルがね包丁にくっついてしまうので注意しましょう。ではまずねクッキングシートを剥がします。はい、こんな感じ。厚みはこのぐらいです。ではあとはね、お好みの大きさに切ってください。じゃあ切っていきます。でまずね真ん中切ります。よいしょ。そしてまた半分に切ります。で包丁でね1回でスパンと切るとね綺麗に切れると思います。この時ね手を怪我しないようにだけ気をつけてください。上からグッと押さえつけるように切ります。くるっと回転させて、こちらも同じようにね切っていきます。はい、このように切りました。で少しね粗熱を取った状態で切っていただくと綺麗に切ることができます。それではまだね今少し温かくてちょっと柔らかい状態なので、しっかりと常温で冷まして、その後冷蔵庫で30分ほど冷やします。はい、これでフロランタン風のオートミールクッキーの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにキャラメルたっぷりでザクザクでとても美味しそうに仕上がってます。しっかりね冷やし固めることでこのようにザクザク食感に仕上がります。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。パキッと割れます。いただきます。すっごく香ばしくて美味しいです。オートミールも噛めば噛むほど香ばしくなってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のフロランタン風のオートミールクッキーのポイントです。まずね今回フロランタン風ということで、フロランタンのクッキー生地の上に乗っているキャラメル部分をオートミールで作りました。通常ねアーモンドとかで作るんですけれども、オートミールで作っていただいてもとても美味しく召し上がっていただけます。作り方のポイントなんですけれども、まずオートミールはですね軽くいっていただくととても香ばしい仕上がりになります。こちらの工程はマストではないので、もしね香ばしく仕上げたい方はオートミールを軽くねフライパンで加熱してから使ってみてください。そしてその後はですねオートミール以外の材料をフライパンに入れて、そして混ぜながら加熱してください。最初はですね弱めの中火で混ぜながら加熱してください。でここでね強火でやってしまうと一気に焦げたりしてしまいますので、必ず弱めの中火でやるようにしてください。そしてふつふつ沸騰してきたら火加減を弱火にして、その後だいたい1分ほど煮詰めてください。クリーム色になったらオートミールを加えて、そして全体に絡めてください。そしてよく絡まったら火を止めて、その後型に敷き詰めます。ここで加熱しすぎてしまうとバターがね少し分離してしまう時がありますので、加熱のしすぎには注意するようにしてください。で型に入れる時なんですけれども、今回私はね 18cm×18cm のスクエア型を使いました。こちらの型については丸いケーキ型を使っていただいても大丈夫ですし、あとは耐熱のお皿だったりとか、もしない場合は天板の上にクッキングシートを敷いて、その上に乗せて広げていただいても OK です。もしねこんな感じでしっかりと四角い形を作りたい時は、ぜひ型を使って作ってみてください。そして型にねまんべんなく均一に広げたら、その後は160度に予熱したオーブンで15分から20分ほど様子を見ながら焼いてみてください。そして出来上がったらですね、だいたい10分ぐらい粗熱を取ってください。でそうするとねほんのり温かいかなというぐらいの温度になるかなと思います。これはね季節によって変わってくると思うので、少し手を当てていただいた時にほんのり温かいぐらいまで一度粗熱を取ってください。そしたら型から取り出して、まだ少し温かいうちに包丁でお好みの大きさに切ってください。こちらを完全に冷ましてしまうと包丁でなかなか切りにくかったり、うまくね四角く切れなかったりするので、必ず少し温かい状態で切るようにしてください。これを逆に出来たての状態で切ってしまうと包丁にキャラメルがついてしまいますので、出来たてすぐは切らないようにしてください。そして切り終わった後は冷蔵庫で少し冷やしていただけたらと思います。そうすることでとてもカリッとした美味しい仕上がりになります。ただねこれ厚みによってちょっと食感が変わってくるので、薄めにしていただいた方がカリカリっとした食感を楽しんでいただけます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はフロランタン風のオートミールクッキーを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。